こんにちは、マリサだぜ。今日も方程式を解いてやるぜ。問題はこちら。次の等式を満たす自然数 m、n の組をすべて答えよ。m の2乗 -n の2乗イコール12。問題文にある自然数が指すものは少なくとも次の2つがある。例以上の整数と正の整数だな。高校数学では正の整数を指すことが多いが、紛らわしいのでこの言葉は使わない方がいいのかもしれない。ちなみに、m と n のどちらかまたはどちらもが例であっても与えられた等式が成立することはないので、今日はその違いを気にしなくていいぞ。では問題に取り掛かろう。まずはじめに、与えられた式の各辺の値について調べよう。まずは左辺にある m と n の式を因数分解してみる。二乗数の差は元の数の和と差の積で表せる。m の2乗 -n の2乗を m の2乗 -mn プラス mn-n の2乗としてみればわかるだろう。それから右辺の12は2の2乗と3との積として表せる。ここで、n について少し考える。n は自然数で、0ではないんだったな。ということは、2倍の n も正なんだよな。ならば、両辺に-n を足しても、さらに m を足しても両辺の大小関係は崩れないわけだ。はい、これでこの条件下では常に m-n より m プラス n が大きいことが分かったな。正の数と正の数の和よりも正の数と負の数の和が小さいなんて当然だがな。不等式の操作でわかることを見せてみたかっただけだ。12を2つの数 m プラス n、m-n の2つの数の積に分ける。この2数は共に正の整数であるから、どちらも12にはない素因数を持たない。つまり、一方は12の約数で他方は12をその数で割った値だ。なおかつ、先の不等式を満たすようにすると次の3つの組を考えることができる。これを m と n それぞれについて解くとやはり3つの組を得られる。だが、答えるべき解は2つの数が共に自然数であるものだ。つまり3つのうち1つだけがそれに該当すると言えるわけだ。これが今日の問題の答えだ。結局、解は1つしかなかったんだな。解の範囲を整数にすれば4つ、有理数や実数にまで拡大すれば無限に存在することが言える。よかったら君たち自身で証明してみてほしい。今日の動画はここまで。視聴者諸君の役に立ったらチャンネル登録と動画の高評価をぜひしてくれ。また次の動画でお会いしよう。今日の板書だぜ。じゃあな。